こんにちは。こんにちは。今回は冬の北海道4泊5日の車中泊旅です。はい。カリー号でもデッカリー号でもなく、キャンピングカーで旅します。ご覧の通り、キャンピングカーです。はい。去年の冬もキャンピングカーを借りて車中泊旅したんですが、今回も同じ北海道札幌のキャンピングラボさんというところでキャンピングカーをレンタルしました。はい。北海道最安値のレンタルキャンピングカーの会社さんで、スタッフさんも優しくてな、すごいサービスも良くて、とても気に入ったのでリピートさせていただきました。はい。で前回はアミティっていうキャンピングカーを借りたんですけど、今回はもう一つ上のグレードのセレンゲティというものを借りてます。はい。カリー号とデッカリー号で旅せよとちょっと思われるかもしれないんですけど、はい、ちょっと今冬なやっぱ厳冬期に入ってきて、やっぱどちらもその FF ヒーターとか暖房設備がないので、さすがになその真冬の車中泊は危ないということでキャンピングカーで旅することにしました。はい。で今回は道東の方にちょっと行きたい温泉宿があって、そちらを目指していくんですが、今日は帯広の方まで向かおうと思ってます。はい。頑張って帯広を目指したいと思います。はい。どうですか？ワイドです。幅が広いな。運転はでもしやすいかな。乗り心地もいいし、全然広い道やったら余裕です。多分明かりでも行けるね。後でちょっと運転してみるか。とりあえず今から高速に乗って帯広方面向かいます。札幌南インターから乗ります。はい。高速乗らんからな。なあ。乗れなくはないけど怖いから乗ってな。高速に乗ったばかりですが、お腹が空いたので休憩します。パーキング寄ります。はい。ワーツと書いてワッツ。読めません。ワッツ。深いな。ワッツパーキングエリアに着きました。はい。ちょっとランチにしたいと思いますが、先に外観だけな紹介したいと思います。はい。めっちゃでかいんやけど。めっちゃでかい。そうわかる。今回借りたセレンゲティは、キャブコンなんですけど、ベース車両はハイエースのワイド、でロングのモデルになってます。はい。だから横幅が2メートルぐらい。そうやな、幅がめっちゃあんねん。初めてこのハイエースのワイドボディ乗ったけど、めちゃくちゃでかい。長さが気になるというよりかやっぱ幅が気になるな。ちょっと幅がかなり大きいなっていう。あと高さもな、だいぶ高いです。もう3メーター近くあるから気をつけないと。側面ちゃんと窓もあってアクリル窓になってます。はい。一応このラダーはしごもあるから上には乗れるみたいやけど高すぎて絶対怖い。怖い。外部電源はここにあった。このドアの横。車内はなもうちょっと後で今日の車中泊スポットについてから紹介したいと思います。はい。お邪魔します。いらっしゃいませ。家に遊びに来たようです。前借りたアミティよりもほんまに一回り大きくて、かなりゆとりのある感じの作りになってます。めっちゃでかい。ちょっとお腹空いたんでランチ。はい。テイクアウトしてきました。はい。じゃじゃん。寿司です。いきなり寿司パーティー。はい。テイクアウトしました。美味しそう。今回は根室花丸で買ってきました。はい。私たちが一番北海道で好きな回転寿司屋さんです。根室花丸。中トロマンで美味しそう。とイカザンギまで。はい。いただきます。いただきます。車内パーティー。いきなり。でもこうすぐ思い立ってな、中で休憩できるのめっちゃいいな。まだ全然札幌を出て北広島市かな、ここは。かな。隣の市に来ただけなんで。2、30分走っただけやけど。めっちゃ便利。ネットで予約できてんな。アプリから予約注文できましたので、昨日の夜からもう予約してた。いただきます。いただきます。うまっ。最高。行きたい温泉っていうのは中標津町というところにあるからめっちゃ遠い。でも基本は帯広周辺というかな、その十勝エリアに滞在しようと思ってます。
まあちょっとカリー号とかデッカリー号でも行けないことはないんやけど、冬の下道結構危ないんで、まあしかも1日で行くの結構難しいからな、そこまで。今回はキャンピングカーで快適に行きたいと思います。まあ、なかなかカリー号デッカリー号も車中泊旅行けてないから、行きたいんやけどな。そうやな、もうちょっと暖かくなったら。今年雪多いから。去年より多いな。いけるか頑張れ。後ろはもう何も見えへん。そうやで。よし。ここからはちょっとまあ高速の方が運転しやすいからな。あかりも頑張ります。おお、でか。幅だけ気をつけて。このおお。うわ、幅広。一応な、後ろはここにモニター出てるから。おお。あ、でも全然運転はしやすい。幅がわからん。どれぐらい。おお。でもやっぱ高速は溶けてるからな、もう。全然運転しやすいわ。頑張ってくれ。あ、全然高速やったら運転できるわ。そうやろ。なあ、安定感もやっぱり。そうやな。カリー号とかに比べて揺れへんから。後ろはこんな感じです。めっちゃ広い。帯広釧路方面へ。雪景色。交代。はい。残り30分です。よろしくお願いします。終わりました。明かりが1時間ぐらい。でも運転しやすかった。帯広です。帯広川西でおります。意外と遠いね、高速でも。なあ、やっぱり遠いです。北海道は広い。晩ご飯は今日はテイクアウトします。はい。一回食べたことあるんですが、出た。豚丼1番。豚一。夏にも食べて美味しかったから、またここの豚丼テイクアウトします。お弁当を注文しました。電話で無事に購入しました、はい、キャンピングカーがもうめっちゃ汚れてるんやけど雪の中走ったらすぐ汚れるかわいそうに高速走ってドロドロなった、はい、続いては食後のデザートを買いに行きます、はい、日本一周以来のあるものを買いに行きます。はい、帯広名物。あれや、その左の角や。茶色いやつ。あれ、ここでも入られへん。反対から回っていいかな。ここです。クランベリー。来たー。でか。でもまだ比較的ちっちゃいの残っていく。巨大や。ゲットー。ゲットー。比較的小さいやつがまだ残ってた。1000円ぐらいしたけど。はい。入りました。楽しみです。巨大スイートポテト。はい。ご飯とデザートをゲットしたので温泉に向かいます。はい。十勝エリアの温泉といえばモール泉。茶褐色のハーブみたいなな。温泉が有名です。植物性の温泉で、まあ去年十勝川温泉っていうな旅館に泊まって楽しんだんですけど、日帰り入浴できるところがあったからちょっと行きたいと思います。はい。今日は車中泊は道の駅音更っていうところでやろうと思ってます。ここですね。大野舞温泉。なんかお宿やねんけど日帰り入浴できるみたいです。源泉かけ流しらしい、なんかシャワーまで 100% 源泉かけ流しって書いてた。ここは今日夜車中泊する予定の道の駅からも6分ぐらい。一番近い温泉や。上がってからも近いから便利やな。それでは道の駅に向かいます。はい。めっちゃ気持ちよかった温泉。なあ、よかった。露天風呂も一応ちゃんとあったし。なあ、サウナもあったな。なんかサウナが人気なのか、たくさんいっぱいおったな。よかったです。お城みたいな建物は。はい。龍月の工場です。隣に道の駅があります。何度来ただろうかこの道の駅。結構何回も来てるよな。お世話になってます。便利な場所にあるのでお世話になってます。おふけがライトアップされてます。あんなキャラクターおったっけ？ちゃんと見たことない。おったで。去年からおったで。おふけ夏
夏空のふるさと。道の駅到着。お腹すいた。晩ご飯にします。それではまずルームツアーをしたいと思います。結構広くてなんか収納とかも多いからな、一個一個見ていきたいと思います。これが前方部分です。ここも広いから運転席から普通に来れるよな。なんかアミティの時はもうちょっと狭かったと思うけど、セレンゲティはすごい広いのでここからも全然乗り降りできそうです。雨の日とかもな、頑張ったらこの中で移動できそう。まあ基本はな、外から乗り降りするのがいいと思う。ここに下駄箱あるし。で運転席の上がバンクになってます。結構今荷物置いてるんですけど、めちゃくちゃ広い。もう2人、大人2人余裕で寝れそうなぐらいの広さがあります。多分3人ぐらいいけるで。これは後でちょっと寝る時に出してみようと思います。以前乗ったアミティもバンクあったんですけど、それと比べるとほんまに広いと思う。広いな、それより広い。高さもな、あ、そうやな、確かに。寝た時とか圧迫感もなさそうやな。そしてテレビもちゃんとあって、スイッチはこの裏にあるな。電気のスイッチはここにあります。で主電源、そもそもこうサブバッテリーを動かすような主電源はこの下。後ろで電気使う時はここを押すと。そしてダイニングテーブル。常設のダイニング。これもなんかちょっと広い気するな、前より。広いと思うで。かなりゆとりがあります。ここは運転中も座れるんでシートベルトあって、座れるようになってます。窓もなんかでかいもんな。一旦寒いから FF ヒーターをつけます。ちゃんと FF ヒーターも完備。一番右まで回して、マックスにしてついたらちょっと弱めるって感じですね。下にあるわ。そっから出てくるわ。お、ほんまや。これをつけたら暖かくなるはずです。あとこちらがキッチンですね。ギャレー部分です。ここもめっちゃ広い。ゆとりがめっちゃあるわ。ここにはな、換気扇もついててライトもあるから調理もしやすそう。家のような換気扇の。しかもベンチレーションちゃんとここにマックスファンもついてるから、冬はなちょっと使えないんですけど、マックスファンもついてるから換気能力もめっちゃありそう。この右端のところは収納になってます。いろいろ今回借りたオプション品が入ってるんですけど、結構深さあってな、だいぶ荷物入りそう。調理セットとかもここに入ってますね。広いです。でその下に電子レンジがあります。埋め込まれてるわ。これは何気にあったら便利なアイテム。でこの真ん中、ここが冷蔵庫です。ロックされてて、こっちに開くんかな。開きます。冷蔵庫も結構でかいよな。でかい。だいぶ容量あると思う。奥行きもあるから多分2リットルのペットボトルとか。そうやな、全然入ると思う。これ冷凍庫かな。冷凍庫もだいぶ広いな。置かれてるわ、ちゃんと。すごいです。で後ろは2段ベッドになってます。アミティもここ2段ベッドになってたけど、セレンゲティはさらにこの下に収納ボックス、収納のところがあります。これ外からもつながってるんですけど、この下にもな収納スペースがあります。なんかキャンプで使う椅子とかテーブルとかが入ってます。まあ細いけど全然一人やと寝れそう。電気とかもちゃんとあるからな、寝る時も快適そうですね。作りはなんとなくやっぱアミティと似てるな。ほぼ作り方は一緒やけど、大きく違うのはこれちゃう。ここはなんとマルチルームです。じゃん。ちょっと今私たちの服などをかけさせていただいてますが、電気もあるわ。ちゃんとここもちゃんと電気があります。ここにトイレとかも置けるし、こうやって服もかけとける。めっちゃ深いくない？深い。私が入ってみて。全然入れますね。頑張ったら2人入れそう。ほんまや。さよなら。別居。2人ぐらい入れそう。だからここで別に何もなかった着替えとかもできそうなぐらいの広さはありますね。すごい。すごいです。
まあだから荷物多い人はここ荷物入れにしてもいいし、お子様とかとな一緒に旅する方はトイレとかな置いてもいいと思います、オプションでポータブルトイレも借りられるから、ここをトイレにできます。はい。あと上が全部収納になってます。上部収納も結構あって便利やと思う。何入ってるんや。この辺に常設のオプション品が入ってますね。こういう紙コップとか洗剤とかガス缶とか、ゴミ袋とかが入ってます。これはもうこの車に常備されているオプションなので、借りたらついてくるようなものです、以前アミティ紹介した時もオプション品紹介したんですけど、キャンピングラボさんもすごいこう無料でオプションがいっぱいついてる。充実してますね、ここに入ってるんですけど、炊飯器とか電気ケトルとかも無料で借りられるから。はい、今回借りてます私たち。こんな感じで空いてるスペースも結構あるから、持ってきた荷物とかも全然入れれると思います。全部収納すごいです。炊飯器とか電気ケトルとか、こういう調理グッズ、お鍋とかフライパンとかキッチンツール、あとこういうちっちゃいランタンも無料で借りられます、であと今回いくつか有料のオプション品もお借りしました、私たちが借りたのはホットサンドメーカー、バウルーのやつ、この大きいランタンと、バリスタセット、コーヒーのセット、あとコーヒーのドリップバッグ、これもあります。で実はこれ去年も借りたんですけど、なんか私たちフィルターを持っていくの忘れてて、こういうドリッパーついてるんですけど、フィルター持っていくの忘れてたんですけど、それを話したらつけてくださいました。そうだから去年コーヒー飲もうと思って豆買ったんやけど、車に戻ってきたらペーパーフィルターないことに気づいて、で結局飲まれへんかってんけど、それを終わった後にフィードバックでペーパーフィルターがなくて飲めませんでしたって言ったら、できればペーパーフィルターあった方が嬉しいですっていう話してたら、つけてくださいました。要望したら改善してくれてる。ありがたいです。サービスが良くなった。これでコーヒー飲めます。有料はこんだけやけどな、まず無料でめちゃくちゃ借りられるから。そう、ほぼだから無料のもので全然やっていけると思います。サービスがすごいのに北海道最安値というなんかほんまにとりあえずキャンピングカー乗ってみたい人とかにもすごいいいと思います。あと3月末までレディースプランっていうのやってるらしくて、3泊4日以上アミティかセレンゲティ借りたらこの白のアメニティが使えるらしい、白って北海道のブランドやねんな、私知らんかってんけど、柚子とかこれよく見たら昆布とかの自然由来な感じのスキンケアセットです。アメニティとしてここに置いてるから、持って帰られるわけじゃないんですけど、滞在中使えると。自由に使えると。後で使ってみたいと思います、ここの窓はキャンピングカーらしくアクリル窓になってます。ちゃんとだからこういう網戸もあるし、こうやって閉めることができます。一応カーテンもあるけど、これはなんか透けるやつやったわな。スケです。ドアの窓もちゃんと閉められる。これでキッチンのとこか。バンクの上から見るとこんな感じ広い。めちゃくちゃ広いな。もう全然余裕ちゃう、天井とか手伸ばせるもん。電子レンジとかコンセント使うときはこの座席下のボタンを押して使うと、ケトル使えます。その下にあったなコンセント、便利ですね。今回はもう調理というか、料理はなしで、お湯沸かすのと、電子レンジを使うぐらい。北海道広くて運転大変なので料理は楽ちんでいきたいと思います。晩ご飯テイクアウトしました。豚丼弁当ですレンジ OK って書いてある。 OK レンジしよう。こっちがロース。おお、たっぷり水蒸気が。炭焼き。そしてこちらがバラ。おお、たっぷり。ちょっと冷めてるやろからな。レンジで温めます。いるなあ、キャンピングカーに電子レンジなあ、欲しいな。おお、回ってる
回るタイプ最近見かけなくなったいただきたいと思います。はーい、温めました。いただきます。いただきます。普通にケトルやってる時に電子レンジやってもうたからさすがに落ちてしまう。落ちてない一回落ちました。まあ電子レンジほんまはな、やるとき外部電源使えるところの方がいいと思うんですが、どれがどれかわからない。はい、これわあ、美味しそう。いただきます。ご飯がうまい。うまっ。温まってるわ。うまい。いつも帯広で車中泊するとき豚丼食べてるな。美味しいからな、豚丼。車でかいけど、まあ北海道道広いから、また運転しやすいな。まあちょっと雪で狭くなってる部分があるから、そこだけな、注意必要やけど。贅沢や。昼は寿司食べて夜豚丼北海道の食を堪能してるまあでもほんま道東とか行くならちょっと余裕持ってに行っていくんだ方がいいよな。今日も結局もう帯広に着いたら夕方やったし、札幌からでも2時間半とかな。そうやな、お昼ぐらいに出たけどなんだかんだそれぐらいかかったから。しかも冬は北海道暗くなるのめっちゃ早くて、もう4時とかでも割と暗いから、ほんまに時間に余裕持った方がいいな。今回4泊5日やから、やっぱ分からんもんな。私たちも最初はさ、地図上で見たら1泊ぐらいで頑張ったらいけんちゃうかなとか思うけど、もし道外から来る方とかやったらな、飛行機で来て、その日にさ道東まで行くとかやったらめっちゃきつくない？めっちゃ大変。途中でこうやってでも寄れるからな、キャンピングカーやったらめっちゃいいな。ちょっと疲れたらもう休もうかみたいな。ホテルチェックインするのとかめんどくさいもんな、意外とな。毎日こう宿変えてる時とかやとな大変やから、そういう意味ではキャンピングカー旅めっちゃ楽よな。どうせレンタカーも借りるならもうキャンピングカー借りたいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。しかし今日はまだスイートポテトがあります。はい。しかもでかい。後で食べようか。でかすぎるから。ちょっと休憩してから食べます。テレビもちゃんと見れました。すごい。快適や。着いた。すごい。テレビを見て団らんしてました。はい。まるで家。めっちゃ落ち着いてた。コーヒーを飲みたいと思います。北きつねブレンドとヒグマブレンド。なんか種類ちゃうねんな。なんかちょっと豆の種類が違うっぽい。デザート。重っ。きた。ずっしりしてる。日本一周以来のクランベリーのスイートポテトです。これめっちゃ美味しかったんな。うわ、やっぱでかいで。お店で見てちっちゃいの選んだけど普通にでかい普通のスイートポテト10個分ぐらいあるな。370g ぐらいあるからなこれ。めっちゃずっしりしてる。日本一周の時はもっと大きいの買ったな、それしか残ってなくて。ちょっと箸で切ります。おお、ずっしり感がすごい。うわ、ほんまや、皮になってる。でかー。いただきます。いただきます。コーヒーも。美味しい。うまっ。でこんなでかいんやなここのやつは。しかも大きさバラバラなのが面白いよな。量り売りやもんな。美味しい。やっぱスイーツも美味しいからな、帯広は。最適すぎる。寝る準備をします。はい。ベッド展開します。はい。なんか一応動画で見た。このリビングもベッドになります。目を外します。はい。なんかアミティより簡単そうやった。そうそう。広がるとかがないっぽい。このテーブルを使うと。ここに乗せるとこがあるから。そのテーブルも使うんやな。はい。乗
せるとこがあった、ここに。うん。で背もたれをビリッとこれを乗せるだけやったね。簡単。これもここなんかああ、なるほど、それも使うんや。おお、シートベルトがあるけどビリッと。おお、完成した。早い。これです完成。だから横は広がらんけど、まあまあだからここの通路は開いたままやからそうやな。通れんねんな。重さどれぐらい180あるんか。ギリギリあ、ないわ。ないな。斜めに寝たらあるんじゃない？そうやな。うんうん。でも寝れんで、170センチの男性がぴったりぐらい約170センチの男性が寝れます。収まってる。全然一人やったら余裕や。ここのベッドの次は、はい、その上バンク部分ですね。はい、これもやります。はい。ここに2箇所ロックがあるから、まあまあこれを外して、うん。でこれを引っ張るだけなんですけど、上にこれがあるわ。はしごがありま下す。ろしとくか。引っ張ります。はい。結構重いらしいです。うんうん。おお、オッケー。伸びました。伸びた。はしごをそこにかけて登ると。上に登る。おお、でかっ。めっちゃでかいね。おお、広い。おお、隠れ家。一番端っこまで行くとここ。めっちゃ遠い。すごい。あ、すごいな。3人ここで寝れる仕様なんかな。上から撮るとこんな感じで、ちょっと分かりにくいかもしれんけど、めっちゃ広い。広そう。3人はいけるな。な。だから2人とかで寝たらもう余裕やわ。うんうん。最後。ここも2段ベッドも寝れます。うん。うわ。どう？寝えへんけどちょっと。まあ幅は狭いけど縦はめっちゃ長い。うわ。うわ、めっちゃいい。寝台列車みたい。おお。どれ？おお、深い。ほら、長い結構。お前余裕やな。足全然余裕やで。個室なるもんな、ここカーテンあるから。さようなら。あかりあ、めっちゃいい、めっちゃいい。あかりそこでやんもう。うまいな。全然ここでいいで。落ち着く？落ち着く。めっちゃ寝台列車楽しい。まあ結構狭めやけど。まあ幅は狭いけど、でも長さがあるから、うんうん、そんな窮屈感はないかも。ちょっとケンジも寝てみてください。おもろ。面白いよな、ここ。結構いいよな。思ってたよりいい。さよなら。うわ、楽しい。なあ。しかもちゃんと中にも電気とかあるから、うん。かなりプライベート空間でいい。寝台列車乗ったことないけどこんな感じちゃう。うん。絶対そう。寝た。こういう寝具類も枕とかな、敷きパッドとか、布団とかも借りてて、これは一応無料オプションなんやけど、最後にクリーニング代かかるから、お金はかかるという感じです。はい。で、今回は有料なんですけど、湯たんぽとこのマットレスも借りてみました。寝心地さらにアップのため。6つ折りのコンパクトマットレス。まあ、なくても全然ふかふかやったからな。あ、そうやな。全然厚みあるからなくても良さそうやけど、さらにこうな、これを引いて寝心地アップもできると。まさかの私ではなくケンジ。まずは化粧水から。ゆずやって。おお。うん。どう？すごいゆず。そしてこれ何？クレンジングウォーターやこれは。それはじゃあ使わんな。フェイスクリーム。カゴメ昆布。ガゴメじゃない？カゴメやった？ガゴメやった。やろ？どう？昆布？うん。言われてみたら。あかりがすっぴんやから。代わりにケンジにやってもらいました。モニター。私は後でやります。下でも寝れるけど、せっかくなんで。上で。仲良く上で2人で寝れるからな。あったかそう。おお、いいねいいね。そこカーテンもあるわ。広いな。あ、全然2人で寝て。広いよこ。お
めっちゃ奥まであった。キングサイズぐらいな。それでは寝ます。おやすみなさい。おやすみ。早い。あ、これはね。いただきます。いただきます。晴れてんなめっちゃ。うん。とかち晴れです。すごい。でも気温は低い。うん。おはようございます。おはようございます。もうぐっすり快適に寝れました。今回な上のバンクで2人で寝たんですけど、全然広くてな、寝返りとかも打ってたし、めっちゃ快適やった。わざわざな2人で寝んでよかったですけど下ベッド展開したのにな、上で寝たからね。ちょっと実験的に寝てみたんやけど、ほんまに余裕やった。だからこのセレンゲティは2人じゃなくてもな、もう3人4人とかでも全然余裕があると思います。2人で使ったらほんま十分すぎるほど広いと。ただ荷物とかも置けるしな、2人でも全然いいと思います。はい。やっぱり前回借りたアミティに比べてちょっと幅とかが広い分な、ゆとりがあるという感じでした。で前回僕たちが使ってから見ていただいた方でな、そのキャンピングラボさんで借りてくださった方が結構何組かないらっしゃったみたいで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しかったな。それもあってちょっとキャンピングラボさんの方からご好意で視聴者さんにちょっとしたサービスをつけていただけることになりました。キャンピングラボさんでレンタカー借りるときにこの動画を見たとおっしゃってくださったらちょっとしたサービスがな、受けられるということで、ぜひ借りられるときは一言動画を見たと言ってくださったら嬉しいです。はい、ケンジとあかりの動画を見たと言ってくださったらちょっとサービスがございます。概要欄の方にキャンピングラボさんのホームページのリンクとか貼っておくので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。はい。では今回の旅は4泊5日なので引き続き旅を続けていきます。はい。次は中標津町っていう方に向かって、ちょっと行きたい温泉があるからな、そこに行きたいと思います。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。